皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村永修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、相矢倉に今回はなりました。最近はですね、矢倉戦と言いますと急戦調ですね、後手番先手番問わずですね、積極的に主導権を取っていくという指し方が増えてきつつあるんですけれども、今回はですね、そんな中でもじっくりと組み合う相矢倉戦に進んでいきました。公式戦では減ってきている指し方ではあるんですけれども、優秀ではないとかね、この指し方があまり良くないというわけではなくて、こういった指し方が増えてくることもあると思いますので、ポイントなどを参考にしていただければなと思います。はい、ではね、早速解説していきたいと思います。本局私の先手番で、スタートしました。7六歩、3四歩、2六歩、8四歩とね、横歩取りのねスタートなんですが、ここで私は6六歩とついたのが一つ作戦の一手でして、8五歩ならば7七角、本局のように3二金ならば6八銀ということでね、相手の横歩取り模様の指し方を避けてですね、矢倉か雁木というゆっくりした指し方を目指していきました。実戦ね、6八銀と上がって8五歩に7七銀とね上がって矢倉の形になりました。後手がですね3二銀上がると先に8五歩と突くと角で受ける形ですので、この形ですとね雁木に進んだかなと、雁木の予定でしたね。実戦は銀が間に合った格好ですので矢倉に進みました。で相手の方3三銀と。3三銀は上がらずに、急戦策もあるんですが、相手の方も3三銀ということで、これでねゆっくりとした矢倉戦模様に、戦型がね一つ決まっていきます。3三銀に対して7八金、3二金、4八銀、6二銀ですね。一応戦型のね骨格が決まったということで、ここからは囲い合いになっていきます。6二銀に対して、5六歩、5四歩、5八金、3一角と、6九玉、5二金、7九角、4一玉とね、本郷戦後同じような手順で進んでいきますね。矢倉を組んでいくにはね、金銀をバランスよく動かしていくというのがポイントでして、例えばね右銀を使わずに矢倉だけ囲ってしまうと、こういう組み方をしてしまうと少しね攻防のバランスが崩れることがありますので、必ずね金銀を一手ずつ動かす、あるいはバランスよく動かすというのを意識しながら駒組みをしていくのが、矢倉を作るポイントになっていきます。3六歩とつきまして、4七4歩、6七金右、4四歩と。一つ、矢倉が、完成が近づいてきているんですけど、この辺りから微妙にね作戦が、枝葉のように分かれていきます。実際はねここで6八角と上がったんですが、3七銀と上がってねどんどん攻めていく、3五歩とついてねどんどん攻めていく手を見せていく手もあるところですね。実戦の6八角は玉の囲いを、優先して、この銀のね動きを保留するというのが主な狙いになっていきます。6八角に対して7三銀と、後手の方もねここで角を上がれば、6二の銀を保留しながら駒組みを進めるという一番穏やかな手になるんですけれども、7三銀はね、先手の手次第では、7五歩とか6四銀か8四銀とかね速攻するかもしれないというね、ちょっと動きを先手からするとちょっと警戒の必要な手です。それに対して、7九玉と先手はね、どっしり構えて動きを待ちますね。ここで7五歩、8四銀、6四銀、いったね3つの手もあったところだと思うんですけれども、一旦ね後手も4三金と上がりまして、3八飛車に6四角と、このね2手で少し穏やかな感じになりましたかね。ここで7五歩とついてくるとですね、一例を挙げますとどういう進行になるかと言いますと、同歩同角に6五歩とつくのがこれね急所中の急所なので、ぜひ覚えてほしい手ですね。銀が4八にいて7五歩同歩同角という動きに対してはこの歩をつくのがとっても大事でして、この歩をつかないであまりにも穏やかに指してしまうとですね、例えば穏やかに指してしまうと、この6四角7四銀っていう形が非常にいい形なんですね、矢倉で。6四に角が来るというのは今までね村チャンネルの、矢倉戦の時にここに来るのは一つね、先手も4六なんですけど、一つここに角が来るっていうのは、攻防の好所だよ、好位置だよとご紹介させていただいたんですけれども、ここにね7四銀とセットになりますと、この6四の角がね相当追いにくくなるんですね。この銀がちょうど角をこう守りをね、実戦でこの形ですといつでも6五歩と追えるんですけれども、
7四銀と形になって、さらにね、次7三桂という活用はですねできるんですけど、この2枚ね銀と桂が並んでしまうと6五歩が突けなくなってしまうので、これはですね結構先手が作戦負けになりやすいです。もちろんこれだけでね形勢が悪くなるとは断定できないんですけれども、先手が非常に指しにくくなるパターンが多いので、これ要注意ですね。一番要注意です。でなので7五歩同歩同角という動きに対しては7五歩と6五歩とここのね角を引かせないというのがポイントですね。で、玉が寄ったら銀に上がりまして、このように右の応援で厚みを築いてですね、角を6四に引かせないというのはポイントですので、ぜひこの指し方を覚えていただければと思います。ちょっとこれね中級者以上向けの方以上向けのね指し方なんですけれども、シンプルにね6四角あるいは4六角という形が矢倉で後継になってくるよと覚えていただくだけでもいいかなと思います。実際はね6四角と、これですとねすぐに盛り上がることはできないんですが、3七桂と飛んでおいていつでも6五歩とね実戦も出てくると追いやすいのでね、単純にこう交換される形に比べると先手はある程度受けといてもそんなにね困ることはないということですね。で、3七桂に対して対重8八玉8四銀とね出てきたんですが、そこでね5七銀と上がりまして2二玉と。で、次の手ですね、この次の手が、先手の作戦の岐路でして、4六銀と上がってね、攻めに使う、これをね実は、村チャンネル内の将棋要素の動画でですね4六銀3七桂早囲いでこの形をね指しています。こちらの動画もね合わせて見ていただければなと思うんですが、実際はね6五歩と、4六銀も有力ですのでどちらもあるところですね。この銀を4六に使うか6六に使うか選べるというのが、先手のね先ほど6八角と上がってなんですかね、ある程度玉の囲いを優先しておいたメリットですね。後から銀の形を決めれると。で相手の動きを見て今回は6五歩と左側ですね、左側に銀を使うよということです。で、4二角に6六銀と右と上がりました。ここでですね次の手がちょっと、疑問手になりましたがね、後手棒銀先手なんですかね後継の矢倉という形になって盛り上がったんですけれども、この時に何かね7三桂とか飛んでおいてゆっくりと指した展開になればねほぼ形勢互角でしたがね、先手の方も4六角と出るような感じで、先手もね4六角が後継になるんですが、攻めの銀がねどちらかというと守り寄りに使われてますので、後手のね矢倉本陣に攻めるのにどうやって攻めていくのかっていう課題が残ってるんですね。もちろんこの形が後継ですので先手も不満なし、ただ後手も先手から一方的にね攻められるって展開になりにくいので、これはお互いの主張があってね好みが分かれるところかなと、形勢互角だと思います。実戦は7五歩とね、この局面において一番積極的な手なんですけれども、先手の4六角というのがぴったりの反撃になりましたね。でこれ飛車取りなんですけど、このただの飛車取りがねもう先ほどがもう何度も言ったようにこの6四角4六角という形は非常にただの飛車取りを受けにくいですね。飛車取りに対して7三桂と飛ぶと7五歩と取られて、同銀ですとね7三角成ということでこれ困っちゃうんですね、前に進めないと。もちろん7三銀と撤退しても7五歩と取られてしまって、何をやってるかわからないですね。ですので、実戦は9二飛車と寄ったんですが、4六角と一発出てからこれで、7五歩と取るといくと、手の流れとしては当然7五同銀でいきたいんですが、同銀同角にこう6六銀とねこう銀が2枚並んでいるので1枚交換になっても2枚目の銀がこう上がれるのがね先手の気持ちのいい手ですね。あまりこう銀交換になってもダメージが与えられていないと。で後手が角を逃げればこれでね無事に進めば銀交換で後手も十分戦えるんですけど、8三銀っていうのがね厳しい反撃なんですね。ここに角が効いているので飛車を狙われた時にね飛車を逃げるしかないですけれども、香車を取られてこれはですね、先手が駒得で優勢になります。次に8一馬から6三馬という活用、あるいはこの8三の銀がね遊んでるように見えますが7四銀成となると、非常にね自玉を安定させる厚みのある駒になりますから、この7五同銀でね取っていけなかったのが相手の方としてもね誤算というか、少しね先ほど言ったようにちょっと7五歩が無理筋にね結果的になったかなと。実際ね4五歩とこちらの角をねやはりこの角が非常に好位置なのでどかしたいという手なんですが、5七角がねぴったりの一手でしたね。角を逃げながらこう7五銀を防ぎまして、これでね、ちょっと後手としても攻めが止まってしまったと。実際4四銀と上がったんですが、
7六銀と、まあこの形ね非常に手厚いですね。これで角と銀2枚並んでしまったので、この棒銀がちょっとさばける目処がね立たなくなって、まあ、先手一歩得してますから、まあ、先手がポイントを稼いだとなります。で、9四歩1六歩1六歩、まあ先手がね不満なしなんですけれども、先手もですね、まあこちらの守備は万全なんですが、どうやってね相手の矢倉を攻略していくかという課題はあります。これでね4五桂というのが、まあこれもねちょっと知らないと指しにくい手なんですけれども、この場合のね形でして、3八飛車がいるのがミソですね。まあ桂馬を取られても4六と突くと一瞬の桂損ですけどね、この銀が必ず、取り返せる形になります。まあ実際はね4五桂に対して同銀ですと銀が死んでしまうということで6四歩と反撃したんですが、悠々とね4六歩と桂馬に紐をつけといて、まあ一気にね先手もまあ後手の矢倉も非常に硬いですから、一気に攻め潰すというのは難しいんですが、まあ少しずつねこうポイントを稼いでいくという感じですね。自分のね陣形が矢倉が硬いので慌てる必要がないんですよね。慌てて攻めてしまって攻めが辛すぎて切れてしまったっていうのは先手としては一番良くない展開ですので、まあ、じっくりね駒組みを進めておいて、少しずつポイントを上げていくという考え方です。まあ、実際6二飛車と回ったんですが、6四歩と取って同角に6五歩とね手厚くキープしておきまして、まあ後手もね8二角と、まあ、角を方向転換しましてね、こちら側の攻撃をね、牽制してきました。まあ、次にね4五銀同歩1九角成という手がありますので、私は1七香と香車をかわしました。まあ後手はね4五銀は勝負手ですね。他の手ですとね、まあただ指す手が後手も相当難しいんですよね。例えばまあ手待ちなら9五歩というような手があるんですけど、この手もね特に狙いがあるわけじゃないですから、例えば、まあ1八飛車と回って端を攻めるとか、7四歩とねここを突いて、銀をぶつけて逆にね7五銀同銀同角といった感じで、この桂馬と連動しましてねこういうところから攻めていくような狙い、あるいは銀を7七銀と一回引きまして角をこう上がってね4四角同金5三銀といった手を狙っていく手、まあいろいろ先手には複数、指し方の候補がねあるわけですね。で後手の方は今言ったようにこれ9五歩と突いても次ね端を攻めれるわけじゃないですから、まあ4五銀はね結果的にちょっと形勢をねさらに損ねたかもしれませんけれども、ゆっくりしてるとねどんどん先手の陣形が強くなってしまうんですよね。ですので、まあ、4五銀はねある程度リスクはあるけど、まあ勝負手ですよね。これで先手が攻め間違えれば後手も形勢が好転してきます。まあ、同歩に1九角成とね、まあただこれが空成りなんでね香車を取りながら慣れてないんでちょっと辛いですよね。それから4四歩とこの手が気持ちいいですね。同金ですと5三銀が絶好手、4二金引きでも5一銀があると。でまあ3三金を置いてね玉側に寄せたんですが3五歩と、まあ、金が当たる格好になって歩を伸ばしてね先手絶好調ですね。そして2九馬と、まあここもね先手はねまあ4八飛車あるいは6八飛車と飛車を逃げといても十分なんですが、3四歩とね十分と見て、決めに出ました。はい。で、3八馬と、まあ、後手は当然まあ飛車を取るんですが、5三歩成と3三歩成と金を取りまして、小回り的には金銀と飛車桂の交換でまあほとんど互角、まあ、後手としてもまあ駒損はないんですけど、この歩成りのね取り方が難しいんですね。同桂ですと3四歩で手中に攻められてしまいますし、同金とね取るのが通常は形なんですけれども、5三金というのがね、まあ、先手の私の方の狙い筋で飛車の位置がねあまり良くないんですよね。飛車がもしこれね遠くにいるとねこの時に、まあ、ちょっとねすっきりしちゃってどっから攻めようかってなるんですけれども、飛車が中途半端な結果的に位置にいるので、こう飛車取りに打たれながらね飛車が逃げるとこうなられるといった攻めがね効いてしまうんですね。ですから私がね3四歩と飛車を逃げるところで踏み込んでいったのは、まあ、相手のね6二飛車というのがあまり相手の6二飛車という形がいい形じゃないというのにもね、目をつけたところだったんですね。まあ、実戦は3三歩成に対して同玉とね玉で、まあ、上部脱出を狙った含みのね手なんですけれども、3四歩とね歩を叩きまして同玉に3五銀とねがっちりこう上を押さえて、まあこれでね2玉の形をね望みを立ちました。王様があれば4六金で詰みですね。3三玉と逃げたんですけども、ここでもねやはり
5三金という手がね厳しい手になりましたね。まあもう後手もねしょうがないですね。先手の言いなりなんですけれども飛車を取られるわけにいかないので、9二飛車と逃げたんですが3四歩と、まあ、このようにね上から、押さえていく攻め、まあこれは矢倉に限らずまあどんな戦型でもそうなんですけれども、玉を上から下に押さえ込んでいく攻めというのは基本的に寄せの基本ですので、まあ、こういう手が続く時はね、まあ形勢がいい時ですね2二玉と追って4三歩成とと金ができましてね、まあ同金と取ったんですが、同金と迫ってまあはっきりね先手優勢ですね。まあ3二歩と、まあ後手もね飛車と桂という持ち駒しかないから頑張ったんですが、3三歩成とねこれが軽手でしたね。歩を成り捨てまして、まあ同桂ですと3四歩でいいですし同歩と取ったんですが、こうしといてから4四銀とね銀を進軍させまして、この手はですね次にまあいくつかあるんですけど、例えば3三銀成同桂3四歩のような攻めでですね、この角が銀がこうですね進むことで角がこう1三玉のルートをね消していますので、厳しいね寄せを狙っております。実戦は4四銀に対して4九飛車とね、まあ、攻防の一手を打ったんですけれども、ここで3二金とね打って、これね気をつけないといけないのは銀になっていきますとね金が狙われてますので気をつけてください。3二金打ちが、まあ、これが寄せの決め手になりましたかね。まあ、一見するとこう下で取られて同金同玉となるとね、まあ金2枚と飛車の交換で攻め失敗したように見えるんですけど、飛車を持った時にこの8二飛車がねめちゃめちゃ厳しい手なんですね。この王手に対して4二歩と受けるとこの一歩がね一歩接近で4三歩と打つと、これがね見た目以上に厳しい手です。4二飛車成となる詰めろでして、金を取っても4二飛車成詰みです。王様が早逃げしても4二歩成で角が利いてるから逃げきれません。と言って1枚何か駒を投入しても自然に4二歩成同金、今ね取った歩を打つと、まあ、ぴったりの寄せですよね。これで、歩を受けても今度は金が取れますから4三に金が打てるという仕組みですね。この3二桂が効いたのがね大きかったですね。ちょうど1分持ってるんで歩がないとね今の変化で最後歩受けられて結構大変なんですが、このですね、まあ、1二玉と逃げるしかなくなったんでね、これは結構3三銀成となっていよいよねゴールが見えてきたかなと。同桂同金寄りと、まず同金寄りとりまして4六はね、あすみませんこれで、3二飛車とすみません取りまして、同金に4六歩と、まあ、これは最善のね最後まあ頑張りなんですけれども、ここで、2五桂と打ったのが決め手でして、まあ、これでね、相手の方の投了となりました。まあこれもあまり、解説がね必要ないかなと思うんですけども、次に1三飛車2二飛車の詰めろで、まあ、先手陣は鉄壁ですね。まあ、何か受けても、まあ、8二飛車やまあもうちょっと一手一手の受け、まあ、1五歩とかですね一手一手の局面ですので投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型がね相矢倉ということで、近年は結構矢倉は急戦の形も多いんですけれども、本局はすごくじっくりとしたね矢倉戦に進んでいきましてね、重厚な一手一手がね重い将棋になっていったんですけれども、まあ矢倉を指されるという方はもちろんなんですけれども、あまり矢倉を指されないという方も参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。